皆さんこんにちは。SS ジャパニーズのさきなです。お元気ですか？ Hello everyone! Welcome to SS Japanese. I'm your Japanese teacher, Sakina. A few days ago, I have posted on Instagram about my recommended anime for learning Japanese. Surprisingly, so many people liked that post and gave many comments on it. So I have decided to make a video for YouTube as well and explain more about it. I know there are so many anime lovers, and maybe some of you guys are learning Japanese because of anime. And even if you are not a big fan of anime, learning Japanese from anime can be a really effective and fun way to improve your Japanese skills. So in this video, first I will talk about what kind of anime is good for learning Japanese, and then I will introduce you to 5 good anime for learning Japanese. And in this video, I will speak everything in Japanese, so you can watch this video as listening practice as well. Alright, then let's get started. それでは始めましょう。はい。じゃあまずは、どんなアニメが日本語の勉強にいいのか話そうと思います。聞いたことある人もいるかもしれないんですけど、アニメから日本語を勉強すると日本語が不自然になると時々言われます。アニメの日本語は変な表現を使っていたり、普段使わないような単語がよく使われるという話は時々聞きますよね。なので皆さんの中にもアニメから日本語を勉強するのは良くないと思っている人もいるかもしれません。でも見るアニメによっては日本語の勉強にすごく役に立つものがあります。なのでアニメから日本語を勉強するときはどんな種類のアニメを見るのかがすごく大切です。日本語の勉強に向いていないアニメは例えばアクションやファンタジーやサイファイなど日常の普段の私たちの生活から離れた話は日本語の勉強にはあまり向いていません。エンターテインメントとしては話はすごく面白いと思うんですけど、日本語の勉強の教材には避けた方がいいと思います。どうしてかというと、今話したように、こういうジャンルのものは普段の私たちの生活とは全然違う世界の話ですね。なのでそうするとアニメの中で使われる日本語はやっぱり普段私たちが使うものとは違うことが多いです。例えばアクションだとそのアニメの中だけで使われる特別な技の名前とかそのアニメの中で作られた言葉もよくあるのでこういう日本語は普段は全然使えません。なので日本語の勉強に向いているアニメは日常生活のアニメです。日常生活っていうのは普段のいつもの生活のことです。例えば家族や学校の話、仕事の話、恋愛の話など普段の私たちと関係しているものを選ぶといいです。なのでこのビデオの中で紹介する5つのアニメは全部日常生活のアニメです。そして話し方も普段の日本人が話すようなナチュラルな日本語に近いものだけを選びました。なのでぜひ今から紹介する5つのアニメ、1つだけでもいいので面白そうと思うものがあったらぜひ見てみてください。それでは早速私のおすすめのアニメを紹介します。はい。じゃあまず一つ目のおすすめのアニメは、あたしんちです。私もこのアニメが大好きで、子供の時から今でも時々見ています。私の学生におすすめのアニメがありますかと聞かれたら、私はいつもあたしんちをおすすめしています。
このアニメは東京に住む立花さんという家族の日常生活を描いた話です。家族はお母さん、お父さん、お姉さん、弟の4人家族です。それぞれのキャラクターの性格が違ってすごく面白いです。このアニメのいいところは、キャラクターの話し方が普段私たちが使う自然な日本語にすごく近いということです。そしてアニメの中で使われる表現や単語はあまり難しくないので、初級者の方にもおすすめです。そしてどの話もだいたい一つのエピソードで終わるので、面白そうだと思うものから見始めればいいと思います。このアニメは漫画もあるので、興味がある方はぜひ漫画も読んでみてください。はい、じゃあ2つ目のアニメはリラックマとカオルさんです。このアニメはストップモーションアニメといって、普通のアニメとちょっと違います。普通のアニメは平面的 2D なんですけど、このアニメは立体的 3D で、キャラクターの質感、ふわふわした感じなどがよく伝わります。映像がすごく綺麗です。普段アニメをあまり見ない人でも楽しめると思います。このアニメの話の内容は、主人公はカオルさんという普通の会社員の女の人です。そのカオルさんがリラックマ、コリラックマ、黄色い鳥という動物たちと一緒に生活をする話です。このアニメは今回紹介するアニメの中で日本語のレベルは一番簡単だと思います。どうしてかというと、リラックマのような動物のキャラクターたちは実はアニメの中で全然話しません。人間のキャラクターだけが話します。なので、もしかすると上級レベルの方はリスニングの勉強にこのアニメはちょっと物足りないと思うかもしれません。でもこのアニメの日本語はすごくシンプルでわかりやすいので、初級レベルの方には本当におすすめです。そしてもう一つこのアニメのいいところは、日本の文化も一緒に学べるところです。アニメの中では、例えばキャラクターみんなでお花見に行ったり、日本の食べ物を食べたり、日本の行事やイベントを楽しむシーンもあります。なので、日本語の勉強だけじゃなくて、日本の文化を知ることができるので、私はこのアニメはいいと思います。はい、じゃあ3つ目はちびまる子ちゃんです。このアニメは静岡に住む小学3年生のまるちゃんという女の子の日常生活のアニメです。このアニメは昔から毎週日曜日の夜にテレビで放送されているので、日本人で見たことがない人はほとんどいないと思います。そのぐらいすごく有名なアニメです。このアニメも初級レベルですごく聞きやすいんですけど、アニメを見る前に知っておいた方がいいことが2つあります。一つは、このアニメは今の日本じゃなくて1970年代の話だということです。今からだいたい50年前ぐらいですね。なので、アニメの中で出てくる家族の形や学校の生活、そして近所の様子などは今の日本じゃなくて少し昔の懐かしい日本だということを覚えておいてください。アニメの中では時々70年代に人気だった歌手やお笑い芸人なども出てきます。そして2つ目は、このアニメの中では時々ちょっと変な話し方をするキャラクターもいます。例えば、このアニメの中でブー太郎という男の子がいます。ブー太郎はまるちゃんのクラスメートです。このキャラクターは文の最後にいつもブーという言葉をつける癖があります。例えば、お腹すいたブーとか、疲れたブーとか。
でも普段この話し方をする日本人はいません。なので、時々ちょっとこういう語尾、文の終わりがちょっと不自然なキャラクターもいるので、そういうのは実際に使う前によく考えた方がいいです。こういうふうにちょっと注意が必要な点もありますが、このアニメは日本語の勉強にはすごくいいと思います。それぞれのエピソードは短いし、どのエピソードから見ても話の内容がわかります。なので、面白そうだと思うものから見てみてください。アニメの中で使われる表現や単語などは普段私たちの生活でよく使うものがたくさんあります。4つ目は白クマカフェです。このアニメのキャラクターはみんな人間じゃなくて動物です。なので特に動物が好きな人は楽しめると思います。白クマがカフェの店長、マスターで、いろいろな動物のお客さんがカフェに来ます。このアニメのキャラクター、特に白クマやパンダなどは話すのがゆっくりなので、リスニングの勉強にすごくいいです。そしてカフェでよく使う表現や友達と話す時の話し方などをこのアニメを通して学ぶことができます。すごくほのぼのとしたリラックスしたアニメなので、疲れている時や寝る前に見てもいいと思います。そしてこのアニメはもともと漫画なので、漫画を読みたい人はぜひ漫画も読んでみてください。はい、じゃあ最後に紹介するアニメはアグレッシブレツコです。このアニメは数年前にネットフリックスですごく人気になったので、もう見たことがある人もいるかもしれません。このアニメのキャラクターもみんな動物です。主人公はレッサーパンダのレツコという普段は普通の OL、会社員をしている女の子です。レツコが会社や社会の中のストレスと戦いながら頑張って生きる様子を描いたコメディのアニメです。今回紹介するアニメの中ではレベル的には一番難しいんですけど、でも話の内容はすごく面白いです。私もこのアニメを見たことがあるんですけど、すごく面白くて全部一気に見てしまいました。このアニメの中では日本の社会の良くないところや闇の部分もコメディにしながら描いているので、日本のいいところだけじゃなくて悪い部分も学べていいと思います。アニメの中では日本語がちょっと早かったり難しい単語も多いんですけど、普段日本人がよく使う単語や特にスラングなどもよく出てくるので、日本語の勉強にはすごく役に立つと思います。もしまだ自分のレベルでこのアニメを見るのは難しいと思ったら、まずは自分の国の字幕をつけてアニメを楽しんでみてください。そしてその後日本語の字幕に変えて日本語の勉強として見てみてください。Alright, so that's all for today. Was there any anime that you thought you would be interested? And if you know any other good anime for learning Japanese, then please write it down in the comments. It will help other learners. If you think this video was helpful, then please give it a thumbs up and subscribe to my channel. It will motivate me a lot to create more content. And in this video, I mainly used Japanese, so if you want to watch more videos like this, then please let me know in the comments. If there are many requests, then I will make more videos like this. And I have Instagram, so if you haven't followed me yet, then please follow me. And if you want to learn Japanese more, then join my membership. In the membership, you will receive weekly homework, PDF study materials, and there are so much more only for members. Details are on my website,
ssjapanese-sakina.com and I will attach the link in the description box. Alright, so thank you very much for watching the video and hope to see you guys again soon. 最後まで見てくれてありがとうございます。また次のビデオで会いましょう。バイバーイ。